誕生日恒例のインタビュー。今回はどんな質問をされるのでしょうか。かしこまった場を設けられるとなんだか緊張してしまいますね。さて、そろそろ魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターがいらっしゃる頃ですが。失礼する。今日は俺がプレゼンターを務めることになった。よろしく頼む。僕のプレゼンターに選ばれたのはシルバーさんでしたか。こちらこそよろしくお願いします。ああ、ジェイド、誕生日おめでとう。これが俺からのプレゼントだ。買った店ではラッピングのサービスがなくてあまり見栄えが良くないんだが。それでわざわざ茶色い紙袋にリボンを貼り付けてくださったんですね。ありがとうございます。では早速中身を拝見させていただきましょう。これは。ジェイドは山を愛する会の活動の一環で山に入ることが多いのだろう。実用性が最も高いプレゼントを選んだんだが、その呆然とした顔、気に入らなかったか。セベクにもプレゼントには武骨すぎると呆れられたんだ。すまない。どうも流行には疎くて。シルバーさん、こんなにも素晴らしいプレゼントをいただけるとは思っていませんでした。まさかロープなんて。実は先日も一人で山に入った際に斜面から足を滑らせそうになりまして、体を支えられる頑丈なロープが欲しいと思っていたところなんです。そうか。喜んでもらえたようで何よりだ。とはいえこのロープは物干しや滑り止め、屋外での活動の手助けになればと選んだもの。登山時の安全確保が目的ならロープの結び方や操作方法、それから身のこなしの習得が必要になる。それはつまりロープワークを覚えただけでは険しい山に挑むには至らないと。ああ、筋力にバランス能力、それから柔軟性に敏捷性、総合的な身体能力を培わなければならない。険しい山に挑戦するには相応の技術と身体能力が要求されるというわけですか。体作りは長い目で見るとしてまずはロープワークの訓練から始めようと思います。行き詰まった時はシルバーさんにご教示いただいても良いでしょうか。わかった。必要な時は声をかけてくれ。ありがとうございます。とても心強いです。ではインタビューを始めるぞ。承知しました。ナイトレイブンカレッジの生徒の中で兄弟にするなら誰がいいですか。ただし同じ寮の生徒は除くということだ。兄弟ですか。思った以上に難しい質問が来ましたね。難しい？何か引っかかることでもあるのか。ええ、名門ナイトレイブンカレッジに入学できるのは闇の鏡に優秀な魔法師の素質を認められた者だけ。誰と兄弟になっても多くを得られるでしょうから、皆様が魅力的なあまり答えに困ってしまいます。正解がある問いではない。ジェイドが家族になりたいと思う相手の名前を挙げてくれ。シルバーさんは本当に素直な方ですね。家族といえばシルバーさんはマレウスさんやリリアさんとは子供の頃からのお付き合いだとか。マレウスさんは世界でも有数の魔法師、そしてリリアさんもとても博識でいらっしゃる。お二人と行動を共にされていると様々な面で学べることが多いのでは。ああ、その通りだ。俺もセベクもマレウス様とリリア先輩を心の底から尊敬している。そんな風に思える方が身近にいるとは羨ましい限りです。シルバーさんのお話を聞いたら僕も頼りがいのあるお兄さんが欲しくなってきました。それこそマレウスさんやリリアさんのような優秀な兄がいる生活にも憧れますが、ケイトさんが僕の兄になってくれたら毎日が楽しくなりそうです。ケイト先輩か。確かに明るく賑やかな印象があるな。シルバーさんもそう思われますか。ケイトさんがいると場の雰囲気が華やぐ気がします。それから間近目での情報収集能力や拡散力も目を見張るものがある。
映える写真の撮り方をはじめとしたテクニックを教えていただけたら、マジカメを通じて世界中の人々に山の魅力をお伝えできるはず。ひいては山を愛する会に入部希望者が殺到するかもしれません。俺はマジカメのことはよくわからないが、お前の好きなものを大勢に知ってもらえるといいな。ありがとうございます。それに血のつながりはなくとも、日々の交流の中で学びを得ることはできる。知りたいことがあるなら直接ケイト先輩に助言を求めてみたらどうだろうか。そうですね。ケイトさんは社交性にも優れていらっしゃる。いつかじっくりとお話ししてみたいです。その時は普段は聞けないようなことを伺えると嬉しいですね。次の質問だ。もしオクタビネル寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか？これもまた難しい質問ですね。この学園は寮ごとにそれぞれ違った強みがありますから。同感だ。転寮先がどこである、学べることは多いだろう。ただ現実的に考えると僕には向いていない寮がいくつかありそうです。向いていない？どういう意味だ？環境の面で若干の懸念がありまして、海の底で生まれ育ったせいか極端な暑さや乾燥した気候には抵抗があるのです。今は魔法薬で人間の体になっているので、あくまでも気分の問題に過ぎないのですが。そうか、お前は人魚だったな。スカラビアやサバナクローの気候は肌に合わないということか。ええ、大変残念です。涼風そのものには魅力を感じるからこそ余計に。仕方がない。誰しも得て増えてがあるからな。お気遣いありがとうございます。僕自身の適性を踏まえて考えると決めました。転寮先にはポムフィオーレ寮を選びます。ポムフィオーレには品のある生徒が揃っている。ジェイドならすぐに馴染めそうだ。だといいのですが、ポムフィオーレ寮の皆様のような優雅さを身につけるのはだいぶ骨が折れそうです。僕がポムフィオーレ寮を選んだのはかねてから魔法薬学に関心があったからに他なりません。何か関心を持つようなきっかけがあったのか？今思うと人魚たちが通う学校で海の魔女についての授業を受けたことでしょうか。数々の魔法薬を作り上げては哀れな人魚たちの悩みを慈悲の精神を持って解決する。彼女の成した偉業の数々に感銘を受けたことを今でもはっきり覚えています。そして陸に上がってからはますます興味の幅が広がりました。山に登ると珍しい植物や動物の牙、それから虫の羽、魔法薬の材料をいろいろ採取できるんです。魔法薬学の知識に長けた生徒が集まる寮に在籍してさらに知識を深めていけば素材の活用方法や新しい魔法薬の調合方法を編み出せるかもしれないと思いまして。なるほど。ジェイドの工学心の高さに触れて俺も身が引き締まる思いだ。光栄です。ナイトレイブンカレッジの生徒としてこれからも多くの学びを得ていきましょう。これでインタビューは終了だ。次は締めくくりとなるメインイベント、幸運のギフトの贈呈ですね。その通りだ。ジェイド、心の準備はできているか？ええ、もちろん。この瞬間を心待ちにしていました。シルバーさん、遠慮なくどうぞ。わかった。ならば全力でプレゼンターの役目を果たさせてもらおう。ジェイド、誕生日おめでとう。